さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、サクトロ食感のホワイトチョコレートを使った生チョコサンド、こちらご紹介したいと思います。最後まで見て作れるようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。まずガナッシュクリームですね。これがホワイトチョコと生クリームです。で、もう一個クッキーの方ですね。これが、小麦粉とバター、全卵と粉糖、これで作っていきたいと思います。はい、じゃあガナッシュクリーム作っていきたいと思います。これホワイトチョコなんですけど、一切刻むことなく、ここに生クリームを全部注いじゃいます。で、しっかりラップをして、600ワットのレンジで温めて溶かすだけでクリームできちゃいます。しっかりラップして溶かすのが結構重要なので、ラップかけてください。じゃあちょっと溶かしておきます。はい、これ今温めたやつですね。結構熱い状態です。で、ゴムベラを入れて、ちょっとこう真ん中から混ぜていっていきます。はい、これ今真ん中から混ぜてるんですけど、だんだん綺麗に生クリームとチョコレートが混ざってきました。はい、今こんな状態ですね。ツヤもあって結構滑らか、ザラザラしてないんで綺麗に乳化してる状態ですね。で、ホワイトチョコレートはビターチョコと違ってちょっと固まるパワーが弱いので、今日は先にこのガナッシュクリームを冷蔵庫に入れてからクッキーを作っていきます。その方がやりやすいと思います。じゃあちょっとこれ型に流していきます。はい、じゃあクッキー作っていきたいと思います。これバターですね。室温っていうか常温に出しといてもらって、目安はこうやってゴムベラで触った時にこうやって柔らかい状態ですね。こんな感じで柔らかいところにこれ粉糖です。粉糖を加えます。グラニュー糖とかだとちょっと粒が大きすぎて馴染んでいかないので、粉糖にしてください。で、粉糖もコーンスターチとか混ざり物がいっぱい入ってるやつがあるんですけど、100% お砂糖だけの粉糖で作っていってください。で、これバターの水分にこの粉糖をなじませてるような感じですね。ガチャガチャ泡立てるんじゃなくて、バターとなじむように混ぜていってください。はい、これ今粉糖とバターが混ざった状態ですね。で、ここに卵を全部入れていきたいと思います。で、卵は冷蔵庫から出したてのすごい冷たい状態だとちょっと混ざりづらいので、これも少し常温に出しといた方がやりやすいと思います。これをそのまま入れるとさすがに混ざらないんで、これちょっと溶いて、でこれ大体でいいんですけど、半分ぐらいでなじませていきます。はい、これ混ざってきたらまた残りの卵入れちゃいます。で、皆さんクッキー作るときに卵が分離しちゃったらダメだとかいろいろあるんですけど、もうこれね、分離しちゃって OK です。もう全部入れて、卵全部入れてもらって、ここでしっかり混ぜて、もうこれ全然分離しちゃったわって状態だったらもう粉入れちゃっていいので、ある程度ここでこうやってなじませといてくれたら大丈夫です。はい、これねちょっと分離しちゃってるんですけど、この後粉いっぱい入るんで大丈夫です。はい、今日小麦粉なんですけど1種類しかないので直接振り入れちゃいます。これですね、入れちゃいます。で、粉が何種類かある場合は事前に3回程度振るった方がいいんですけど、今日は1種類なんで直接入れちゃいます。はい、これ粉1種類なんですけど、こうやってダマがあるんで必ず振るってください。振るわないでお菓子に入れるってことはないので、必ず皆さん振るってください。で、なじませるように混ぜていきます。これ今クッキーの生地ですね。これ混ぜてるんですけど、これゴムベラのこの先っちょの方を持つと力が入んなくて多分混ぜづらいんですよね。これゴムベラの根元を持って短く持つとすごいこうやって力入るんで、皆さん混ぜやすいと思います。それでこうやって生地をこうしっかり粉を混ぜていくとすぐ完成すると思います。はい、
これしっかり混ざりました。で、これ、クッキーでサンドするので、これ2つに分けて、ラップで包んで、冷蔵庫で休ませてください。で、これ、めちゃくちゃいい生地は、こうやって手につかないのがポイントです。レシピのバランスがいい状態だと、こんな風に仕上がります。じゃあ、ちょっと冷蔵庫入れておきます。はい、これさっき作ったクッキー生地ですね。冷やしておいたやつです。で、これを伸ばしていくんですけど、今日は皆さんに見えるように、透明のフィルムに挟んで伸ばしていこうと思います。よくこうやって小麦粉を振って伸ばすパターンもあるんですけど、あれだと、その余分な小麦粉が入っちゃうので、なるべくキッチンペーパーとか、クッキングシートとか、そういったので挟んで伸ばしていくといいと思います。ではちょっと伸ばしていきます。はい、これ約20センチ角ぐらいに伸びたので、一旦これ冷蔵庫で完全に冷やし固めます。で、その後カットしていきたいと思います。はい、じゃあ伸ばしてしっかり冷やしておいたので、この後切っていきます。フィルムを剥がして、はい。じゃあちょっと5センチ角に切っていこうと思います。で、これクッキー生地切るときにこの包丁を立てた方が綺麗にまっすぐ切れるので、ぜひそうやって切ってください。はい、これを鉄板に並べて焼いていこうと思います。はい、じゃあこれ焼いていきます。はい、焼き上がりました。これを使っていきます。はい、これ焼き上がったクッキーなんですけど、ちょっとですね、裏技です。これ普通の溶かしたホワイトチョコレートですね。これをクッキーのこれこうやってサンドするんですけど、このサンドする内側にチョコレートを塗っといてあげると、チョコレートって油なんでクッキーが湿気なくなります。ずっとカリッとした食感を残せるようになるんですよ。この水分を弾いてくれて、たったこれだけちょっと1個塗る手間をかけるとずっとサクサクのクッキーになります。今日は水分たっぷりの生チョコをサンドするので、ちょっとこの裏技ご紹介してます。これやってもやらなくてもいいんですけど、やった方が格段に味が良くなるので、ぜひおすすめしたいんでやってください。はい、これ完全に冷やしたやつですね。目安は手で触ってつかない状態です。これを型から外して、この後切っていきたいと思います。ちょっとこれを紙を外していきます。はい、これを 4.5 センチの正方形にカットしていきたいと思います。で、ちょっと今日包丁を使うんですけど、包丁を温めてカットしていくと生チョコすごい綺麗に切れるので、それでやっていきたいと思います。はい、切れました。これをクッキーでサンドしていきたいと思います。はい、サンドできました。クッキーサンド、これで完成です。めちゃくちゃいい感じです。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、食べてみたいと思います。めちゃくちゃ美味しそうなんですけど。やっぱこれ美味しいですよ。クッキーめちゃくちゃサクサクですし、ホワイトチョコ好きな人にはもうぜひおすすめしたいです。ちょっとポイントのおさらいですね。クッキーなんですけど、グラニュー糖じゃなくて粉糖を使ってください。粉糖を使うと全体にすぐ馴染んで、クッキーもサクッと焼けるので、ぜひグラニュー糖じゃなくて粉糖がおすすめです。で、中のクッキーに塗ったホワイトチョコレートですね。チョコレートを塗ってあげることによって、ホワイトチョコの油分が水分から守ってくれて、クッキーがサクサクの状態でこれ維持できます。これはこのレシピじゃなくて他のレシピでも対応できるので、ぜひやってみてください。最後までありがとうございます。コメントと高評価ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。